やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、EPZ から、2本目のケーブル、EPZ-DP13 だ。先日同時に DP12 を紹介したんだけど、DP12 と同様、基本的な性能を重視する、単結晶銅銀メッキに、グラフェンを混ぜ込んだ製品だな。このグラフェンがコーティングなのか、それとも、銅の一部に加えられているのかまでは、サイトでは書かれていない、グラフェンという表記のみ。実際に聞いてみても、グラフェン系のケーブルといって想像するような、エッジのきつさや、高音域の強烈さは存在しないため、今回のモデルに関しては、基本的には単結晶銅銀メッキ、隠し味にグラフェンが含まれてるらしい、くらいの気持ちで大丈夫。単結晶銀メッキ、というだけのスペックで言えば、より安価なケーブルはあるんだけど、洗剤の太さ、それから、プラグ交換が可能な点など、EPZ のケーブルは、上位機種としてふさわしいポテンシャルを与えられるよう、しっかりと調整されていると感じるな。今回の DP13 は、8芯編みとなっており、しっかりと重量がある。そのため、編み方はきつくなっていて、洗剤自体に重量と密度感を感じる仕上げだ。ただし、洗剤自体は柔らかく、また重量のおかげで暴れないので、意外と取り回しは怒ったりする。とはいえ、活動中に扱うようなケーブルではないな。最近はこのタイプのケーブルはどんどんインドア向けになっていて、アクティブな場面では安価なモデルか TWS を使おうね、という意思をひしひしと感じるぞ。プラグ部分、スライダーなどは DP12 と共通だ。この部分の部品も重量があるものなんだけど、ある程度重量があることによりケーブルが暴れないので、取り回しに貢献していると思う。表面は樹脂タイプなので、タッチノイズも大きくなく、分厚い洗剤だけど、取り回しは安定しているぞ。NICHECK スペースクラウドなんかに近い取り回しだ。高品質な単結晶銅銀メッキは、しばしば、曲全体のエッジを引き立てて、明確なサウンドになることが多いんだけど、今回の DP13 に関しても、同様のことが言えるな。このケーブルの基本的なキャラクターは、洗剤の量でしっかりと中低音域から中音域の厚みを確保しつつ、価格の高いケーブルらしい中高音域以上のキレと、安定したボーカルを実現してる。このバランスはなかなか安価なケーブルでは感じない全部欲しいから全部やる、という意思を感じる。ここばっかりはいくら中華系ケーブルが価格破壊を続けてきているとはいえ、洗剤の質量ともにしっかりと一定以上の価値のあるケーブルでないと、なかなか実現できていない印象だ。100ドル近いケーブルは、空間の表現力にも秀でる。なんというか、より低純度のケーブルなんかは、空間に限界の壁を感じることが多いんだけど、そういった閉塞感や妙に天井が低く感じることがなく、しっかりと抜ける音が楽しめるぞ。そこに気持ちグラフェン素材のアシストっぽいものも感じる。カチッと分かれてほしい音色の時に、たまにやってる？とばかりに顔を出すんだ。これくらいのバランスがちょうどいいのかもしれないな。前回紹介した DP12 は、金メッキ線を足すことで、より温かみも求めたケーブルだったんだけど、DP13 は正反対の性格を持っている。ベーシックなバランスを保ちつつ、ちょっとだけ音を引き締めるケーブル、ということで、美観色に寄せたいけど、トータルのバランスの完成度を求める人におすすめだ。この価格帯でしっかりと完成度を出しつつ、プラグ交換にも対応してくれているので、DP12 同様、プラグ交換可能な、しっかり作られているケーブルが欲しい人におすすめだぞ。といったところで今回はここまで。ケーブル、いくら聞いても答えが見つからないんだよな。